さん、大変です。漫画の読者が最初の数ページで離脱しちゃうんです。あ、詳しく教えろ。ネットに漫画をアップしてるんですけど、閲覧数の推移を見ると序盤でカクッと落ちるんです。途中で閉じられちゃう。なるほどな。つまり読者を物語の中に引きずり込めてないってことだ。そうなんです。没入感っていうか、ページをめくる手が止まらなくなるようなあの感覚を作りたいんですけど。めくるちゃん困ってるそん。心配よちゅう。しゃらくせ。そんな時は漫画だ。漫画を読め。漫画？今日はベルセルクやバイオハザード、映画スタンドバイミーなんかを例にして、なぜ人は物語に没入するのかを心理学で解説してやる。よろしくお願いします。なお解説のためにバンバンネタバレしていく。めくる、お前漫画を読んでて気づいたら3時間経ってたみたいな経験あるか？ありますあります。ベッドで1話だけ読むつもりが朝になってたこととか。映画を見ててエンドロールが流れるまで自分が映画館にいることを忘れてた。ゲームをやっててコントローラーを置いた瞬間に、ここはどこだと感じた。わかります、あの感覚。その物語に吸い込まれる感覚にはな、ちゃんと名前がついてる。2000年オハイオ州立大学の心理学者メラニー・グリーンとティモシー・ブロックが発表した理論だ。名前はナラティブ・トランスポーテーションっていう。ナラティブ・トランスポーテーション？長い、それ何ですか？簡単に言うと、物語の世界に心ごと運ばれる体験のことだ。心ごと運ばれる？ただ面白いとか集中してるって状態とは違うぞ。グリーンとブロックの定義では3つの要素が同時に起きてる状態を指す。1つ目、注意の集中。物語以外のことが頭から消える。周囲の音も時間の経過も気にならなくなる。あ、まさに漫画読んでて朝になってたやつですね。2つ目、感情的巻き込み。キャラクターの喜びや悲しみを自分のことのように感じる。ハラハラしたり涙が出たりする。涙はしょっちゅうです。3つ目、心的イメージの生成。物語の風景、キャラクターの顔や声が頭の中で鮮明に見える、聞こえる。この3つが揃った時、人は文字通り別の世界に運ばれているんだ。別の世界村？カブソンも運ばれたいよちゅう。カブソンはいつも土の中の世界に没入してるもんね。じゃあ次だ。没入すると俺たちの脳に何が起きるのか実験で確かめられてる。グリーンとブロックの最初の実験。被験者97名に物語を読ませてな。結果はこうだ。没入度の高い読者ほど物語の内容に沿った考え方に変わった。考え方が変わる？精神疾患を持つ人物の物語を読んで深く没入した読者は読後に偏見が減少した。没入度が低い読者にはその変化が見られなかった。物語を読んだだけで偏見が減るんですか？そうだ。物語には論理的な説得とは全く違うルートで人の考えを変える力がある。すごい。さらに面白いのが2番目の実験だ。被験者69名。没入した読者はな、ストーリー内の矛盾点や不自然な箇所に気づきにくくなってた。矛盾に気づかなくなるの？つまりだ、読者を十分に没入させることができれば多少のプロットホールは気にならなくなる。それはなんかずるい気もしますけど。逆に言えば没入させられなければ些細な矛盾が致命傷になるってことだ。メクロ、お前の読者が序盤で離脱するのは物語に運ばれる前に矛盾が目についてるって可能性があるぞ。
矛盾ソン。カブソンの兄弟は26匹いるけど、たまに27匹になってるソン。カブソンは最近3以上の数字を数えられるようになったばかりだもんね。2014年にバンラーラが76本の論文132の効果量を統合したメタ分析を発表した。感情的な反応の増幅が相関係数 0.57、 心理学で大きな効果に分類される数値だ。 0.57、それってどのくらいすごいんですか？薬の臨床試験で効果量が 0.3 を超えたらよく効く薬と言われる。その世界で 0.57 だ。物語の没入効果ってのはそれくらいでかい力なんだよ。薬レベルで、ここからが今日の一番の肝だ。物語の影響にはスリーパー効果がある。スリーパー？寝る人？眠れる効果だ。物語を読んだ直後より時間が経ってからの方が態度変化が大きくなる。しかも確信度が上がるんだよ。どうからの方が強くなるの？昔はよ、人気映画を見終わった男が肩で風を切りながら歩くなんて話があった。笑い事じゃねえんだ。その効果が数日どころか数年先まで続く可能性があるってのがこの研究が示してることだ。数年？お前が何年も前に読んだ漫画の影響を今でも受けてる。あの作品で感じた感情がお前の価値観の一部になってるってことだ。確かに子供の頃に読んだ少女漫画の恋愛観、未だに引きずってる気がします。だろう？物語ってのはそういう力があるんだよ。じゃあ実際に没入を作る方法を具体的に見ていくぞ。メタ分析で特定された没入を引き起こす物語側の要因は3つだ。同一化できるキャラクター。同一化？自分と重ねられるってことですか？そうだ。完璧なヒーローよりも弱さや葛藤を持つキャラの方が没入を誘いやすい。ベルセルクのガッツがまさにこれだ。ベルセルク、あの超ハードなダークさんたち。ガッツは最強の戦士だが、同時に孤独で裏切りに傷つき、怒りと悲しみを抱えて戦い続けてる。あの圧倒的な画力と世界観に引きずり込まれたら、気づいたら全巻読破してるんだ。三浦健太郎先生の画力はもう別次元ですもんね。読者はガッツの強さに憧れるんじゃねえ。ガッツの弱さに共感するから没入するんだ。あ2つ目、バイオハザードで説明する。あのゲームのすげえところはな、プレイヤーが完全に主人公と同一化するところだ。ホラーゲームですよね。私怖いの苦手で。孤独感と恐怖が半端じゃない。プレイ後にもう二度とやりたくないと本気で思うんだが、気づいたら2周目をやってる。なんで2周目やっちゃうんですか？それが没入の力だ。恐怖でもう嫌だと思わせておいて、同時にあの世界にもう一度行きたいと思わせる。これが想像しやすいプロットと感情的巻き込みの合わせ技だ。2周目。カブソンも土の中も嫌だと思っても結局潜っちゃうソン。カブソンの場合は潜った方が鳥さんに狙われなくて安全かも。3つ目、もっともらしさ。これはリアルかどうかじゃねえぞ。リアルじゃなくていいんですか？ファンタジーでも SF でも構わねえ。大事なのはその世界ルール内で筋が通ってるかだ。ベルセルクの世界に銃が出てきたらおかしいだろう。バイオハザードの主人公が突然魔法を使い出したらどうだ。一気に冷めますね。設定と矛盾する描写はイジェクトボタンだ。読者は一瞬で現実に引き戻される。イジェクトボタン押しちゃダメなやつ。
ここからは具体的なテクニックだ。めくるの漫画を直す処方箋を出してやるぞ。お願いします。テクニック1、冒頭で五感を起動させろ。没入の3要素のうち瞬的イメージの生成を最初に起動させる。最初の1ページで五感のうち少なくとも2つを刺激する描写を入れるんだ。五感、視覚と聴覚とか？雨の匂いがした。アスファルトに染みた水のあの鉄っぽい匂い。これで嗅覚と視覚が同時に起動する。あ、今張さんが言っただけで雨の匂い思い出しました。それだ。読者の脳内に映像が立ち上がれば没入の入り口が開く。お前の漫画の1ページ目を見直してみろ。五感を刺激する描写はあるか？ないかもしれません。そこが離脱ポイントだ。テクニック2、カラクターの内面の矛盾を見せろ。メタ分析で最も没入に効くとされたのが同一化できるキャラクターだ。完璧な人間には感情移入しにくい。正義のために戦うけど本当は怖くて逃げたい。優しいけど自分を大切にできない。こういう矛盾が読者にこの人は自分に似てると感じさせる。私の主人公完璧すぎたかも。何でもできる系の。弱さを一つ追加しろ。それだけで読者の没入度が変わるはずだ。テクニック3、中断させない設計をしろ。没入は壊れやすい。世界のルールと矛盾する記述、唐突な視点変更、不自然なセリフ、全部イジェクトボタンだ。伏線を張ったら回収しろ。世界のルールを決めたら守れ。地味だがこれが一番確実な没入維持の方法だ。地味でも大事。テクニック4、情報を体験として渡せ。体験として？悪い例を出すぞ。この世界では魔法は3種類に分類される。第1に、よくある設定説明のやつですね。没入中の読者は批判的思考が弱まってる。そこに急に説教臭い解説をぶち込むと一瞬で現実に引き戻されるんだ。良いでいいですよ。読者もそのシーンを通じてこの世界には魔法があると体験的に学ぶ。ナレーションじゃなくてキャラの体験で見せる。そういうことが。テクニック5、親近感のあるディテールを混ぜろ。異世界の宿屋でも布団のひんやりした感触を描けば読者は自分の体験とつなげて没入できる。完全に未知の世界を描くときこそ知ってる感覚が没入の足かがりになるんだ。知ってる感覚が足がかり。なるほど。カブソンは土のひんやりした感触で没入するようちゅう。お前はリアルに没入してるからな。物語の力の光と影の話をする。映画のスタンドバイミーを見たことあるか？名前は知ってます。少年たちの冒険の映画ですよね。ロブ・ライナー監督、1986年の映画だ。見終わった後に現実に戻れない映画の筆頭だな。現実に戻れない。ラストでな、大人になった主人公のゴーディがこう言うんだ。12歳の時のような友達は二度とできなかった。誰だってそうじゃないか。このセリフでな、ゴーディと一緒に自分まで過去に意識が飛んじまうんだよ。現実に現実感がなくなる不思議な感覚が残る。それってまさにナラティブトランスポーテーション。しかもこの感覚、年を取れば取るほど増していくんだ。12歳の記憶がどんどん遠くなるからな。翔さん、また目が赤いですよ。だから花粉だって言ってんだろ。ってここからが大事な話だ。物語が人の信念を変える力がある。しかも論理的な説得よりも深く長く。これはクリエイターにとって武器であると同時に責任でもある。責任。
没入した読者は批判的思考が弱まってる。偏見を解消する物語も偏見を強化する物語も同じメカニズムで人の心に浸透するんだ。この怖さについて詳しく知りたいやつはジョナサン・ゴッドシャルの「ストーリーが世界を滅ぼす」を読め。物語の影響力の負の側面をがっつり書いてる。あとはウェルストのステータスゲームの心理学もおすすめだ。物語が集団の行動をどう支配するかってテーマでな。なんだか物語の力ってすごいけど怖い部分もあるんですね。だからこそ物語に込めるメッセージには誠実でなければならねえんだ。てなしな、光の面もでかいぞ。2020年の研究では強い主人公が困難を乗り越える物語に没入した読者は読後に自己効力感が高まることが確認されてる。自己効力感？自分にもできるって感覚だ。物語には読者を強くする力もあるってことだよ。物語で人を強くできるんだ。お前の漫画にもその力はあるってことだ。頑張ります。最後にまとめだ。一つ目、冒頭の五感描写を見直せ。1ページ目で読者の脳内に映像を立ち上げろ。2つ目、キャラに弱さを与えろ。完璧なキャラより矛盾を持つキャラが没入を作る。3つ目、世界のルール違反をチェックしろ。小さな矛盾がイジェクトボタンになる。4つ目、設定は説明するな、体験させろ。ナレーションより主人公の体験で。5つ目、物語の力には光と壁がある。だから誠実に物語を作れ。で、俺から一つ。はい。チクセントミハイのフロー研究ってのがあってな。人間が最も幸福を感じるのは何をやっているかじゃなくて没頭できているかどうかなんだ。没頭できているかどうか。読者を没入させる物語を作ることも大事だ。だがな、自分自身が物語に没入する体験も同じぐらい尊い。たまにはスマホも SNS も全部オフにして映画や漫画や小説にどっぷり使ってみろ。それは時間の無駄じゃねえ。人間として最高に幸福な時間だ。なんか今日は最後にすごくいいこと聞いた気がします。カブソンも土の中でどっぷりするソン。おう、潜れ潜れ。土の中にも物語の中にもな。てなわけで今日紹介した本やゲームのリンクは概要欄に貼っとくからチェックしてくれ。ベルセルクもですか？当たり前だ。あれを読まずに没入を語るんじゃねえ。まずはガッツの旅に没入してこい。私もまず読者になって没入してきます。おう、ではまた次回、物語を愛するすべてのやつにさかちあれ。ありがとうございました。腰痛。